こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、FreeCAD 1.0 基本的な操作方法に、部品設計ツールについてお送りします。今回紹介するのは、パートデザインの部品設計ツールです。パッドレボリューション、加算ロフト、加算パイプ、加算螺旋、加算プリミティブについて使用方法を解説します。最初にパッドについて説明します。パッドは作成されたスケッチに基づいて厚みを与えるツールです。パラメーターとしては、長さ、これは図形の厚みを定義します。また厚みを与える方向については、面に対して対称方向を指定すると右側の図のように XY 平面に描かれた図形に対して、正方向、負方向に対称に厚みを与えることができます。また逆方向をチェックすると負の方向に厚さが与えられます。今回は、部品設計ツールの中のパッドについて説明します。まず、パラメトリックパーツを選んでパートデザイン画面とします。そしてボディを選んだ状態でスケッチアイコンをクリックします。次に XY 平面を選びます。そしてグリッドを表示してみましょう。次に四角のスケッチを描きます。それで、このタスクを閉じます。すると、このような形の四角形が完成します。今回説明するのは、このパッドツールです。これをクリックするとこのような画面となります。どのような形で立体化された顔を確認するために座標軸を表示します。モデルに戻り原点の目のマークをクリックします。すると、このように座標軸が表示された状態となります。パッドの作成方向は、XY 平面に対して直角方向に作成されています。タスクに切り替え、パネルを見てみましょう。長さを増やしてみます。このように正方向に厚みが増します。逆方向のチェックを入れると負の方向に長さが増します。次にこれを外して、面に対して対称をチェックすると、XY 平面を中心として、両方向対称に厚さを増していきます。次に方向オプションについて説明します。規定ではスケッチ方線となっています。スケッチ方線は、スケッチ面に対して垂直方向を表します。この場合 Z 軸方向となります。方向を表示オプションをチェックすると、どの方向に方線があるかを確認することができます。この場合、Z 軸が1になっていることがわかると思います。ここで方向をカスタム方向に変更し、他の軸の値を変更してみましょう。X 方向の値を変更してみます。このように方線を X 方向に傾けることによって、立体化の方向を変更することができます。Y 軸方向にも傾きを変更してみます。このように方線方向を軸単位に変更することができます。それでは、方向を元に戻しておきましょう。次のテーパー角度について説明します。この角度を増加させると、元のスケッチからのパッド角度を調整することができます。この例では、面に対して対称となっていますので、両方向に角度を増してパッドされた状態が確認できます。逆に角度を減少させると、両端が小さな立体にすることができます。今面に対して対称となっていますが、このオプションを外すと、片方が大きく、もう片方が小さな立体を作成することができます。そして立体の形状が決まったら OK をしてパッドを確定してください。次にレボリューションについて説明します。これは軸方向にスケッチ図形を回転させて立体を作成するものです。左側の図では、垂直方向に図形を270度回転させた時の結果です。また、右側の図形は水平軸の X 軸に対して270度回転させた時の図形となります。次に、レボリューションについて解説します。最初にパラメトリックをクリックしてスケッチを作成します。
で、今回は XZ 平面に作ります。で、元になる図形をここに書いていきます。例えばこういうような図形を書きます。そして閉じます。で、こちらの方、座標軸との関係を見るために原点のところの目をクリックしていきます。そうするとこういう形で描かれています。で、これに対してスケッチをこう選んだ状態でもう一度クリックをしましょう。そうするとこういう形で、回転図形が描かれました。ここで、この図形とパラメータの関係を見ていきましょう。今こういうような形で Z 軸周りで回転しています。で、これですね、ここの軸のところを見ると垂直スケッチ軸になってますね。これをですね、水平にすると、今度はこちら方向ですね。X 軸に対してこういう形で回転していることがわかります。そしてこちらの方ですね。Y 軸は回転しても意味がないんで変わりませんね。で、こちらの Z 軸は先ほどのこちらの軸回りということになりますね。というように軸を選ぶことができます。その下の角度ですけども、これが今360度になってます。ここは起点になってますよね。で、ここで例えばここを90に設定してやると、こういうような形で、描かれました。で、今、モデルのところ、レボリューションで、もうこれ確定してますけども、ここをダブルクリックすると元に戻ります。で、今が、こういう形で、描かれているのを、このメインに、この逆方向を外しますね。そうすると、こちら周り、の回転になってきます。そして、メインに対して対象、これを押すと、こちらの面に対して45度の回転となるというような形で、レボリューションをかけることができます。それでは次にコップの形状を作ってみましょう。先ほどのレボリューションをこれ削除しましょう。デリートキーで削除します。スケッチも削除します。で、ここにスケッチを作ります。で、こちらの XZ 平面ですね。そちらの方に作っていきましょう。それでは、ポリラインを使用して書いていきましょう。こういう形で、コップの形状を作っていきます。今こういう形で、できましたね。そしたら閉じましょう。で、原点をちょっと、非表示にして図形を確かめましょう。こういう平空間で、こういう形で作られたことがわかります。そしたらこのスケッチを選んだ状態で、レボリューションをかけます。そうすると、コップの形状がもうこれでできましたね。これで、OK です。はい。そしたら、ここで、この部分ですね、ちょっと丸みをつけておきましょうか。ここで、フィレットをかけます。そうするとこういう形でフィレットがかかりました。で、ここが
1ミリの半径になってますけども、この部分ですね。もうちょっと増しますかね。はい。これ今2ミリの丸み、半径の丸みをつけました。これで完成です。次に加算ロフトについて説明します。この機能を使うと、複数の断面を連続して滑らかにつなぐ形状を作成することができます。例えば、スライドのような台やワイングラスを作成することができます。ロフトを適用するには、複数のスケッチを用意し、スケッチ間の距離を左の図のように調整します。そして、ベースとなるスケッチをプロファイルとして登録し、接続するスケッチを、セッションを追加すると、右の図のようなロフトが作成されます。今回は加算ロフトについて紹介します。加算ロフトは、複数のプロファイルを結合して一つの連続した形状を作成するためのツールです。それでは元となるスケッチを描いていきましょう。パートデザインよりスケッチアイコンをクリックします。今回は XY 平面にスケッチを作成します。原点を中心として円を描きます。そして閉じます。こちらに円が作成されました。こちらの方にも、もう一つ円を描きましょう。ボディを選択し、スケッチを追加します。同様に XY 平面を選択します。今度は小さな円を描いてみましょう。それでは閉じます。次にもう一つ図形を描いてやりましょう。同様に XY 平面にスケッチを作ります。今度は六角形を描いてみましょう。完成したらこの画面を閉じます。ロフトは同じ面にある場合は作成できませんので、垂直方向に図形を移動します。最初に移動させたいスケッチを選択し、アタッチの位置を調整します。この場合、ジェット軸の値を変更していきます。同じように他のスケッチも移動してみましょう。それでは、これを使ってロフトを作ってみましょう。スケッチを選んで、ロフトボタンを押します。するとオブジェクトの中にスケッチが追加されます。こちらがスケッチになります。こちらから小さい円に向かってロフトを作成していきます。セクションを追加。ボタンを押し先ほどの小さな円を選択します。すると、このようにロフトが完成します。もう一つ六角形もセクションに追加して、ロフトを作ってみましょう。セクションを追加ボタンを押して六角形をクリックします。そうすると、このような形でロフトが作成されます。ロフトパラメータの中に線式面と言われるオプションがあります。これをクリックすると、このように変化します。オンの状態ではこのように、直線的につながります。オフの状態では、曲線でつながります。次に閉じるを押すと、ロフトの開始点から終点までが閉じた状態となります。それでは元に戻しておきましょう。ロフトが完成したら OK で決定します。それでは、応用例としてワイングラスを作ってみましょう。このように同一平面上に異なった円を描き、垂直方向に高さを調整したスケッチを用意します。そして、これをロフトでつなぐとワインの形状が作成されます。それでは一番上の円を選択し、ロフトボタンを押します。
そして次に、セクションを追加ボタンで、下の円を順次選んでいきます。これでロフトが完成しました。次にカップのくぼみを作るため厚みツールを使います。面を選択し、厚みツールをクリックします。そして厚みの長さを調整します。厚みの長さが決定したら OK を押して完成です。このような形でワイングラスを作成することができました。次に加算パイプについて説明します。この機能を使うと、スライドのようなパイプ形状を作成することができます。加算パイプの主なパラメータは、プロファイルオブジェクトとして断面のスケッチを登録します。そして、スイープ経路に沿って断面を動かすスケッチを登録して実行すると、この図のような形状の立体を作成することができます。今回は加算パイプの作成について紹介します。加算パイプは、最初に断面となるスケッチを作成し、スイープ経路に沿って動かした時の軌跡を立体として作成するツールです。それでは簡単な作成例を見ていきましょう。まず、パラメトリックパーツを選択します。まずはパイプの経路を作っていきます。スケッチを押して、例えば YZ 平面に経路を作っていきます。ポリラインを使用して経路を描いていきます。このような形で経路を作成します。この経路に沿って断面を移動させ、加算パイプを作成します。こちらが作成されたスイープ経路です。こちらの面に対して断面を作っていきます。それでは、断面を描く面を正面に移動させましょう。こちらの面ですね。それでは、こちらの面に断面を作っていきます。YZ 平面に断面のスケッチを作成します。ここで円を描きます。円を描いたら閉じて、スケッチが完成です。すると横から見るとこのような形で、スケッチが作成されていることがわかります。この断面は経路に沿って、立体形状を作成します。それでは、加算パイプを作成してみましょう。すると加算パイプのパラメータパネルが表示されます。オブジェクトには断面のスケッチ名が表示されていますが、表示されていない場合には、プロファイルのオブジェクトを押して断面のスケッチをクリックし、次にスリープ経路のオブジェクトをクリックします。この例では断面が平行移動したので斜面での角度切り替えがうまくいっていません。水平面ではうまく断面が形成されていますが、斜めに移動する経路では断面の角度がそのまま移動しているので、潰れた形状となっています。それでは経路を修正して、加算パイプをもう一度描いてみましょう。最初にアダプティブパイプをデリートします。経路のスケッチをダブルクリックして編集します。今経路が直線で結ばれていますが、この部分を曲線に変換します。ここで減点表示が邪魔なので、タスクに切り替え非表示にします。フィレットを作成を用いて丸みを持たせます。2つの線分を選んでやると、このように丸みを持ったつながりとなります。それではもう一度、加算パイプを実行してみましょう。加算パイプを実行する前、断面のスケッチが経路の中心に来るように調整する必要がありますので、位置を確認しましょう。この場合、
断面を水平線の真ん中まで移動します。断面のスケッチのジェット軸の数値を調整して移動します。そして断面のスケッチを選択した状態で、加算パイプボタンを押しましょう。そしてスイープ経路のオブジェクトとして作成した経路のスケッチを選びます。このように曲線で経路をつなぐと、断面は直角に経路をなぞり作成されることがわかります。それではもう一つ、加算パイプの例を作成してみましょう。最初に経路を作成する画面として XZ 平面を選択します。今回もポリラインを使用して経路を描きます。それでは経路を描いていきましょう。ここでキーボードの M を何回か押すと曲線となります。マウスで広げてやり半径を決定します。ここでもキーボード M で曲線モードに切り替え、線を描きます。これで経路が完成しました。次はパイプの断面のスケッチを作成していきます。視点方向を変えて、断面を描く面を選択します。こちらの面に断面を作成しましょう。それでは、こちらの面にスケッチを作成します。こちらの原点を中心に円を描きます。それではスケッチを閉じます。次は断面のスケッチ位置を調整していきます。こちらの経路の水平部分に断面のスケッチを移動します。断面のスケッチを選んだ状態でジェット軸の位置を調整していきます。ここまで来たら加算パイプボタンをクリックします。次にスイープ経路のオブジェクトを選択します。そうすると、このように加算パイプが完成しました。作成されたオブジェクトは中が充填されたものとなっています。それでは、このオブジェクトを厚みツールを使用してくり抜いてみましょう。まず断面を選択し、厚みツールをクリックします。すると中が中空なパイプ形状となります。厚みツールを用いた場合、反対の面は塞がった状態となります。そこでポケットツールを使って、こちらの底の部分を削除したいと思います。それではこちらの面に、ポケットのためのスケッチを作成しましょう。YZ 平面にスケッチを作成します。この面に断面より大きな円を描きます。そして向きを変え、今描いたスケッチと加算パイプの位置関係を調整します。次に、このスケッチのジェット軸を調整しパイプの切断面まで移動します。あとはポケットツールボタンをクリックします。すると、このように底の部分が切り取られ、全体がパイプ状になります。これでパイプの完成です。次に加算螺旋について見ていきましょう。加算螺旋はスライド中央にあるような元となるスケッチを軸に沿って回転させ立体を作成するものです。この例では、右図のような図形を作成することができます。主なパラメーターとしては、回転軸を設定し、次に全体の高さ及び1回転での軸方向の距離を
ピッチとして調整します。すると右図のような図形が完成します。今回は加算螺旋の作成について紹介します。加算螺旋は軸の周りにスケッチを螺旋状に押し出して3次元形状を作成し、既存形状へ追加します。それでは螺旋加算の元となる図形を作成してみましょう。まずパラメトリックパーツをクリックしてスケッチを作成します。今回は XZ 平面にスケッチを作ります。そして三角形を描いてみましょう。こういう形で三角形を描きます。そしてこれを一致高速を使用して原点に移動します。これで元となる図形が完成しました。軸方向が分かりやすいように原点を表示しましょう。それではスケッチを選択し加算螺旋を描いてみましょう。そうするとこのような螺旋形状が作成されます。次に螺旋パラメーターについて説明します。最初は軸パラメーターです。規定値は垂直スケッチ軸となっています。これを水平軸にするとこのような状態となります。こちらは Y 軸とした場合です。そしてジェット軸とするとこのような形になります。次にモードパラメーターですが、最初はピッチ、高さ、角度になっています。ピッチは1回転で軸方向に何ミリメートル移動するかを表します。高さは軸方向の長さにあたります。ここを 50mm に変更してみましょう。全体の高さが変わりました。ここを 100mm に変更すると、このように全体の高さが変わります。こちらのピッチは、1回転分の軸方向の変異を表します。それではピッチの値を変えてみましょう。ピッチの値を小さくすると巻き数が増加します。次にモードをピッチ、ターン、角度に変更してみます。するとターン数という項目が表示されます。この場合のターン数は 7.25 となっています。このようにターン数は全体の巻き数を表します。次に、コーンの角度は軸方向の開き角度を表します。例えば、これを5度に設定してみます。そうすると少し上広がりのコーン形状となっていることがわかります。これをさらに角度を増すと、このような形状となります。現在の軸のねじりは、右手を外側に向けた方向に回転しています。これを右手系のねじりとすると、逆向き左系のねじりにすることもできます。この左手系のチェックを行うと逆向きに回転します。次に逆方向のオプションをチェックすると、マイナス方向に螺旋が作成されます。それでは元に戻しておきましょう。このようにして加算螺旋ツールを使うと、元の図形を渦巻き状の立体として作成することができます。最後に加算プリミティブについて説明します。この機能は、直方体や円柱形などの図形を簡単に作成することができます。これを使用すると右図のようなテーブルも容易に作図することができます。今回は加算プリミティブを使用して、基本的 3D 図形を作る方法を紹介します。
加算プリミティブは、直方体、円柱、球などの図形を作成することができます。これを利用すると、右図のようなテーブルなどの作図を簡単に行うことができます。それでは、新規にパラメトリックパーツをクリックし加算プリミティブを使用してみましょう。このアイコンをクリックすると、このようなオプションが表示され直方体、円柱、球などの立体を作成することができます。それでは、加算直方体を作成してみましょう。直方体を選ぶと、このように、プレビューが表示されます。それでは、プリミティブパラメータを調整してみましょう。最初に長さを調整します。次に幅を調整してみます。そして高さも調整してみます。こちらのアタッチメント項目については、他の図形がある場合に使用していきますので後ほど説明します。それでは OK してこの図形を確定します。それではもう一つ加算プリミティブを追加してみましょう。加算円柱を追加します。するとこのように円柱がプレビューされます。これも同様にパラメータを調整すると形状を変化させることができます。この例のように他の立体が存在する場合、その面を選択すると、作成したプリミティブをアタッチすることができます。そうすると円柱は、直方体の面に接するようにアタッチされた状態となります。アタッチされた状態は、このように平面の項目に表示されています。アタッチが行われると下のアタッチメントオフセットの項目を調整することができます。このような形で軸を指定して、位置を調整することができます。この状態で OK を押して、加算プリミティブを確定します。こちらが完成した図形です。もう一つ、加算トラスについても紹介します。これをクリックすると、ドーナツ状の図形が作成されます。これが加算トラスです。次にパラメータについて説明します。半径1は、原点からの距離を表しています。半径2を操作すると、このようにリングが細くなります。U パラメータは、トラスの描く角度を設定できます。次に V パラメータですが、これはトラスの断面を描く角度を設定します。マイナス150度よりプラス150度に設定してみましょう。このように V パラメータは断面を描く角度を調整することができます。それでは、トラスを円柱にアタッチしてみましょう。円柱の面を選択します。すると円柱の上面にトラスがアタッチされました。このようにトラスの断面の中心が面に接する状態となります。この場合も同様にアタッチメントオフセットを操作することができます。ジェット軸を動かしてみます。また、この画面で角度も調整することができます。それでは OK してトラスを確定します。こちらが完成した図形となります。それでは、加算プリミティブを使用してこのようなテーブルを作ってみましょう。最初にパラメトリックパーツを選択します。次に天板を作るため、加算直方体を選択します。最初に厚さを調整します。次に幅を広げます。そして長さを決定します。
これで天板が完成しました。それでは、この四隅に足をつけていきます。加算円柱を選びます。次に半径と長さを調整します。次に面にアタッチします。次にアタッチメントオフセットを調整し、足の取り付け位置を調整します。上から見た状態に変更します。下から見るとこのような状態となります。それでは移動してみましょう。そして OK で決定です。そして今がこのような形で削除されました。それでは同様に加算円柱で他の足も作成していきましょう。早送りでご覧ください。これでテーブルの完成です。このように加算プリミティブを使用すると簡単にいろいろなものを作成することができます。